Zombie Apocalypse. ご視聴ありがとうございます。コアサバの攻略解説をしているまゆかです。今回はベアトラップについての動画です。この動画を見ると、ベアトラップで高ダメージを出すコツがわかります。ダメージが伸びず悩んでいる方は、この動画を見ることで一気にダメージが伸びる可能性があります。そして、同盟メンバーにも共有することで、さらに合計ダメージが爆伸びするはずなので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは効率よく強くなるための攻略、解説動画を投稿しています。他の人と差をつけたいという方は、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。それでは本編へどうぞ。今回の目次です。はじめに、ダメージを伸ばす要素、集結主が意識すべきポイント、参加者が意識すべきポイント、小技、注意点の順で解説していきます。ベアトラップは2日に1回開催できる同盟内のイベントです。熊に最大5回の集結攻撃を行い、与えたダメージの合計に応じて、報酬を獲得できます。先に言います。このイベントは強くなるためにとても重要です。目玉の報酬として、英雄装備の強化素材である、精霊エナジー原石が獲得できます。これが2日に1回の頻度で獲得できるため、毎回参加すると多くの精霊エナジー原石を獲得することができます。特に無課金の方には神的なイベントです。でも、無課金で高ダメージを出すのは無理だし、あまり報酬をもらえないのではと思っている方、そんなことはないです。これから解説するポイントを押さえることで、誰でも高ダメージを出すことができます。ベアトラップにおいて、ダメージを伸ばす要素はご覧の通りです。順に解説していきます。まずは罠強化です。爆発矢を投入して罠強化が可能です。強化をすると攻撃力が上昇し、ダメージを伸ばすことができます。必ずレベル5まで強化しておきましょう。穴の強化は大前提です。レベル5に強化できない同盟は、アクティブではない可能性があります。ダメージを伸ばしたい場合は移籍をおすすめします。次に集結主のバフについてです。ベアトラップでは集結攻撃を行います。そのため、集結リーダーのバフの強さがダメージに直結します。これは集結に参加した全員のダメージに影響します。特に、弓兵と槍兵の攻撃力、殺傷力といった火力面でのステータスは、ベアトラップにおいて最重要です。逆に防御力、HP は必要ありません。火力面のバフが強いほど、高ダメージを出すことができます。そして集結に参加するメンバーも、重要な役割を果たしています。集結では、参加者から最大4名の英雄スキルが発動します。これも集結に参加した全員のダメージに影響します。火力上昇系の英雄スキルを発動することで、さらにダメージを伸ばすことができます。火力スキルの発動有無で、約2倍程度ダメージが変わることがあります。最後に兵士総力です。ここで言う兵士総力とは、兵士レベル、歌唱レベル、出生部隊数、兵士割合を指します。集結主のバフや英雄スキルは、集結に参加した全員のダメージに影響しましたが、兵士総力は各個人の設定によって、自身のダメージにのみ影響します。裏を返せば、参加者全員の兵士総力が全く同じ状態であれば、全員同じダメージになります。つまり、ダメージを伸ばす要素として、他の人と差をつけるのであれば、兵士総力にも着目すべきでしょう。兵士総力においてはダメージを伸ばす要素が3つあります。兵士のステータス、出生部隊数、兵士割合です。兵士自体の攻撃力、殺傷力のステータスを上げることで、ダメージを伸ばすことが可能です。
兵士のステータスに対してバフがかかるので、ステータスが高いほど上昇値も大きくなります。そのため高レベルの兵士を出生させることでダメージが伸びます。また、出生部隊数を増やしてダメージを伸ばすことが可能です。これは単純に、攻撃する人数が多いほど総ダメージが増えるので、イメージしやすいと思います。最後に兵士割合です。攻撃力、殺傷力が高い弓兵や槍兵を多く編成することで、ダメージが伸びます。火力面のステータスが低い盾兵を多く編成しても、ダメージを伸ばすことはできません。推奨される割合はご覧の通りです。盾兵が0などの兵種がかけている割合は、例外的にダメージが下がるので注意です。ダメージを伸ばす要素のおさらいです。集結主のバフを強化しましょう。弓兵、槍兵の攻撃力と殺傷力を強化するのが効果的です。参加者は火力系の英雄スキルを発動させましょう。また、出生部隊数を強化し、より多くの高レベル兵士を出生させることで、ダメージが伸びます。兵士割合は弓兵、槍兵、盾兵の順で多くなるように設定しましょう。では具体的にどうすればよいのか、集結主と参加者に分けて解説します。まずは集結主の編成についてです。編成のポイントは3つあります。1、集結主は槍兵、弓兵の攻撃力、殺傷力のバフを高めることが重要です。編成した英雄に強い装備をつけてあげましょう。2、集結時に攻撃力または殺傷力が上がる専用スキルを持つ英雄を選択しましょう。3、火力上昇系スキルを多く持つ英雄を編成するのもおすすめです。第4世代までの編成例としては、ジェロニモ、レイナ、アロンゾがおすすめです。いずれも集結時に攻撃力、殺傷力が上昇する英雄で構成されています。最適な編成は世代ごとに変動しますが、先ほど説明したポイントから、どの世代でも応用が可能です。集結主は、自身のバフや編成を基準に割合を決めると良いです。例として、槍兵よりも弓兵のバフを優先して強化している人の場合は、弓兵が多めの割合がおすすめです。槍兵の火力が上がるスキルを持つ英雄を編成している場合などは、槍を少し増やした割合を使用するのも良いでしょう。集結主のポイントです。弓兵、槍兵の火力上昇を意識した編成をしましょう。兵士割合は自身のバフと編成を基準に決定しましょう。続いて、参加者の編成についてです。英雄の遠征スキル位置を確認し、火力上昇系スキルを持つ英雄をトップに設定しましょう。その他、味方 HP 上昇や防御力上昇、気ダメージ低下などといったスキルは火力が上昇しないので要注意です。逆にこのようなスキルを持つ英雄を編成してしまうと、発動スキルの枠を潰してしまうことになります。結果的に自身及び、その集結に参加している全員のダメージを下げることにつながります。火力上昇系スキルを持つ英雄を編成することを意識して、集結に参加しましょう。冒頭で説明した通り、火力上昇系スキルの発動有無で約2倍程度のダメージ差が出る場合があります。参加者の兵士割合についても、集結主のバフや編成を基準に決めるのが理想です。しかし、集結主のバフを全て把握するのは厳しいです。また、その集結に必ずしも参加できるというわけではないので、現実的ではありません。そのため、個人的なおすすめは槍兵、弓兵のバランス型を推奨します。どの集結に参加しても、安定して高ダメージを出しやすい割合だと思います。参考にしてみてください。最後は参加する集結の選択についてです。ベアートラップでは最大7部隊を派遣し、集結に参加することができます。7つの部隊すべてを、高ダメージが出る集結に参加することができるかが、合計ダメージを伸ばす上ではとても重要です。
では、高ダメージが出る集結をどのように判断すればよいのか、集結の選択基準について説明します。選択基準の一つ目は、リーダーのバフが強いことです。これは絶対条件です。バフはダメージに直結します。バフが強い人の集結には最優先で参加しましょう。二つ目は、リーダーの編成が火力用になっていることです。一つ目にも関わる部分ですが、火力用の編成をしていると、火力面のバフがさらに強化されダメージが伸びます。逆に火力用の編成をしていないリーダーがいたら、損をしているのでこの動画の内容を教えてあげてください。三つ目は、火力上昇系の英雄スキルが発動していることです。途中何度もある通り、参加者の火力上昇系スキルが4人の集結時と、0人の集結時とでは、約2倍程度のダメージ差が出る場合があります。特段バフが強くなくても、火力上昇系スキルの発動により、大きくダメージを伸ばすことが可能です。火力上昇系スキルが発動していることを確認して参加、もしくは発動するようにしましょう。参加者のポイントです。火力上昇系のスキルが発動するように編成をしましょう。軽視割合は集結リーダーのバフ。編成を基準に決めるのが理想です。また、すべての部隊を高ダメージが出せる集結に参加させることが重要です。集結に参加しようとしたとき、枠が埋まってしまい参加できなかったという経験はありませんか？この時に諦めて他の集結に参加する方がいると思いますが、参加をパスすることもダメージを伸ばすポイントです。ダメージの出せる集結に多く参加することが重要なため、そうでない集結には無理に参加する必要はありません。逆に無理やり参加して行軍をフルで使用してしまうと、本来参加したかった集結に参加することはできなくなっていきます。もし参加したい集結を逃してしまった場合は、使用可能な行軍数のうち一つは次の集結まで待機しておくと良いでしょう。ベアートラップで使用する部隊編成は、保存しておくことを推奨します。集結参加時に保存した部隊編成を使用することで、スムーズかつ安定してダメージが出せるようになるのでおすすめです。もし火力上昇系のスキルを持つ英雄が足りない場合は、遠征スキル1のレベルが低い英雄をトップに設定してください。スキルレベルは高いものから優先で発動するため、基本的に無視されます。システムをうまく活用しましょう。また、英雄は3人必ず設定してください。英雄なしでの参加は出生部隊数が減るので、ダメージも下がる点には注意しましょう。最後に、バフ上昇効果についてです。バフを上昇させるものとして、アイテムとペットスキルがあります。ベアートラップでは、アイテムによるバフ上昇は適用されます。しかし、ペットスキルによるバフ上昇は適用されないため注意しましょう。ただし、ペットスキルの中でも集結容量や、出生部隊数に関わるものは適用されます。出生部隊数を増やしてダメージを伸ばしましょう。この動画のまとめです。集結主は弓兵と槍兵の攻撃力、殺傷力バフを強化しましょう。参加者は火力上昇系スキルを発動させることを意識してください。また、兵士ステータスの強化と、出生部隊数の強化をすることで、ダメージが伸びます。兵士割合の優先度は弓兵、槍兵、盾兵の順です。高ダメージが出る集結に多く参加することで、合計ダメージが枠伸びするようになります。同盟全体で意識すべき点も多くあるため、メンバーに情報を共有して、ダメージを伸ばしてください。参考になれば嬉しいです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画を少しでも良いと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。不明点や解説してほしいことがあれば、どんどんコメントしてくださいね。相談なども受け付けてます。また次回の動画でお会いしましょう。